こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は八重山諸島周遊制覇の旅の一つであり、ユネスコ世界自然遺産に登録されている西表島の旅をお届けいたします。初めて行った西表島は想像よりも見どころが多く、一度では楽しみきれないほどの魅力にあふれた島だと分かりました。今回は王道も抑えつつ、王道ではない最高の楽しみ方の一つをお伝えできればと思っております。ぜひ最後まで大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。西表島は沖縄本島からおよそ 400km に位置し、八重山郡竹富町に属します。その面積は約280平方キロメートルで、石垣島の約223平方キロメートルよりも大きく、沖縄県の中では沖縄本島に次いで2番目の大きさを誇る八重山諸島最大の島です。産業は観光業を中心に稲作、サトウキビ、パイナップルなどの農業、牛などの牧畜、漁業などがあります。西表島の魅力は秘境と言われる手つかずの大自然です。島の面積の 90% は亜熱帯の原生林が残されていて、それらを源とする川の豊かな流れがマングローブ原生林を育んでいます。西表島のマングローブ分布面積は日本国内比率の約 68% を占めるほど、15種類の国指定天然記念物が生息し、生物学的にも大変貴重な島です。2021年7月、奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島がユネスコ世界自然遺産に登録されました。西表島は島全体が西表石垣国立公園に指定され、天然記念物の西表ヤマネコやカンムリワシなどの固有種が生息する豊かな自然が特徴です。西表島には空港はなく、島への交通手段は石垣島からの定期船のみです。安永観光と八重山観光フェリーの2社が1日5、6便運航しているので、石垣島から日帰り観光も可能です。ただ、西表航路には大原港便と上原港便の2つがあることに注意してください。大原港までは高速船35分、フェリーで45分、上原港までは高速船40分、フェリーで55分です。また、面積の大きい西表島では集落やリゾートホテルのある地区同士が離れており、路線バスは1日に4、5本程度なので、個人旅行で自由に行動するにはレンタカーが必須と言えます。それでは西表島の旅をじっくり見ていきましょう。八重山諸島周遊の旅は基本この夕暮れな石垣島離島ターミナルを拠点に行きます。さあ、フェリーターミナル入りました。はい、八重山観光フェリーということで売ってますね。竹富、大原、上原。今日は僕は上原に行きますけども、西表島ね、結構並んでますね。大きく分けると、多分八重山観光フェリーっていうところと、もう一つですね、会社があるんですよ。安永観光があちらですね。この安永観光のチケット受け取りに行きます。スマート乗船 QR コードをお持ちの方はそのまま乗り場へっていうことなんですけど、僕はアイランドホッピングパスなんでちょっと聞きます。いろいろとややこしかったですね。で、アイランドホッピングパスを持っててもそのチケットだけ乗ることはできないんで、毎回窓口に行ってこうチケットをね、こう発券してもらわないといけないんですよ。で、その時に燃料サーチャージみたいなのがね発生するんで、その金額を払わないといけないということですね。そして乗る時はそのアイランドホッピングチケットはいらず、このチケットだけがいると。アイランドホッピングパスもね、アプリとかじゃなくて紙なんで、もうなくしたら終わりだと。僕やばいっすね。そういうのなくしがちなんですよ。運航状況っていうのもね、結構やっぱ北風が強くなったりとかして船が欠航することが多いみたいで、今日はフルで行けそうですね。天気も良さそうだし、風もそんななさそうなんで、いや、これがね、今回の旅の期間ずっと続いてほしいですけどね。これだけは運ですね。もう乗り込めって言ってますね。やってるな。福祉県上原後野って書いてますね。到着ですね。めっちゃいい感じ。西表島に到着いたしました。上原に着きましたね。わあ、すごいな。結構な人が。レンタカーを借ります。結構いろんなツアー会社があるんですね。で、今回ね、僕はツアー頼んでません。
うっかり忘れてたって言った方が正しいんですけど、レンタカーだけでいろいろ楽しめると思いますし、なんといっても西表島といえば西表山猫じゃないですか。それを探しに行きます。でレンタカー、山猫レンタカーで借りております。綺麗。さあレンタカー借りました。でちゃんとこう充電できるようにこれを持ってきております。はい、ちょっとね今からもうどこ行くか決めてないですけど、今から調べて白浜こうって言ってたかな、白浜の方行こうかな。左半分行ってその後右半分行ってまだ戻ってくるみたいな、そんな感じで行きたいと思います。それでは行ってきます。おー、なんかいいっすね。いきなり田舎の風景って感じですね。いやー、走ってるだけで気持ちいいですね。ただね、西表島は速度が40キロ制限ということで、集落は30キロ制限ということで、レンタカーね借りてるんですけど、そんなこう飛ばしてはいけないということですね。はい、こちらから右側ですね、星砂の浜行きたいと思います。お、ビーチが見えてきた。おお、綺麗だぞ。綺麗綺麗。なんかまた独特な。泳いでる人いるんかな。透明度もいい感じ。向こうの方になんか泳いでる人いますね。行ってみようかな。なんかせっかくなんでいきなり泳ぐか。水温もいい感じ。あそこ泳いでるな。この星砂の浜はですね、星の形をした砂があるビーチということでね、シュノーケリングや海水浴におすすめとのことです。僕はね、水の綺麗さばっかり注目してしまって星砂のことを見てませんでした。このビーチはね、なんか小さな岩が多くて、その間に結構魚がねいるので、初心者にもおすすめなシュノーケリングスポットだなと思いましたね。めちゃくちゃ深くて波が荒いとかもなかったです。水温も高めで本当におすすめです。結構すぐ浅くなるんですけど、魚は多いですね。それとなんかやっぱ自然のままが残っているみたいな感覚はやっぱありますね。平べったい、これサンゴなんですかね。めちゃくちゃ広大なサンゴが見れるわけじゃないし、もしかしたら見れる場所があるんかもしれないですけど、パッと見た感じだと結構浅いとこと深いところが混在してて、どちらかというと浅いところばかりなんで、この辺ちょろっとシュノーケル楽しめるっていう感じで、サクッとね、なんかビーチエントリーで楽しむにはいいところですけど、やっぱしっかりとしたサンゴ見たい場合は業者さんにねお願いするのがいいんじゃないかなと思いますね。そういえば星砂の浜っていうぐらいかって感じだと見つけた。駐車場のねすぐそこにトイレがあって、そこにね水道があるんで、ここで砂を落とします。さあ、水着がある程度乾いたら次のスポット向かいます。うなり崎公園展望台にやってまいりました。すごい絶景っぽい感じがする。楽しみです。
れた。なんかうっかり入ったら星野リゾートでした。星野リゾート泊まってないのに星野リゾート来ちゃいました。吸い寄せられましたね。なんというマーケティング力。この港からちょっと今回行かないですけど、また行けるみたいですね。他の島に、集落に。これちょっとまた今度行ってみたいな。独特なシンプルな港になってますね。急遽船浮き行こうかな。1時半の便がありますね。あと1時間後ぐらいですね。その船浮きって船でしか行けない場所なんで、もう本当に果てって感じですね。いやー、いい感じ。行こうかな。マジでちょっと行く気になってきた。変な旅になるかもしれないですけどね。そんな1時間で何考えてんねんってなるかもしれないですけど、これも旅ですよね。これも大人の旅。急遽道を変更するというね。あ、そして奥に学校があるな。白浜小学校があります。まさに西の果てというか、西表島の端っこに学校が。体育館も結構立派っすね。ここでご飯食べようと思ったら、なんとちょっと待ってて、クローズドってなってるな。開いてないんかな。やってるんやったら食べたかったけどな。やってなさそうっすね。誰もいないっすね。なんかあそこに商店があったんで、そこちょっと行ってみようかな。何か情報が得られるかもしれない。ここ入ってちょっといろいろ聞いてみたいと思います。じゃあここでやっぱ買っていった方がいいっていうことで、船浮きもう1時半に行って30分に戻るでもそれなりに楽しめるってことなんで、行ってみたいと思います。この辺買いたいと思います。いやー、ちょっとねランチ行こうかなと思ってたけど、ちょっと急遽予定変更します。船浮き行きます。せっかくここまで来て、しかもね10分で行けて1時間半ぐらい楽しんでも海泳いだりとかも全部楽しめるって言ったんで、これは行っとかないといけないですよ。いいですね。全然調べてなくって、その船浮きっていうのも全く知らなかったです。呼び方も分かってなかったですもん。まさかその集落とも知らず。いや本当はね、西表島といえばトレッキングツアーだったりとか、マングローブのツアーだったりとか、由布島の水牛ツアーっていうのがあって、今日も僕その水牛ツアーやろうかなと思ってたんですけど、その水牛ツアーとこの船浮き、どっちがいいかというと、僕はもう船浮きでしたね。やっぱり水牛ツアーって観光地化して作られた世界観ですし、まあ西表島に行けば皆さん多分体験するでしょうから、僕がそれをね映像で見せるっていうのもあった方がいいですけど、限られた時間でどっちやるかってなると、なかなか見れないのはこう船浮きかなということで、船浮き選びたいと思います。でちょっとマングローブツアーだけは明日昼から大原からね波照間島に行く予定なんですけど、その波照間島に行く前に9時半からのマングローブツアーがあるので、それは行きたいなと思ってます。だから西表島のね良さを僕なりにお伝えできるかなと思います。この船浮きに行くっていう視点と、このね自然にあふれたところ、そして海も泳ぎましたし、水牛もありますし、夜はもちろん飲み歩きしますんで、この辺りでねモーリーチャンネルらしいこう西表島の旅にできるかなと思います。ご理解ください。おいおいみたいな、西表島といえば行っていいやんけみたいな、そうです。これが大人の穴場旅行です。勉強になりますね。僕も本当に旅毎回勉強です。船の中でチケットが買えるみたいで、しかもカードも使えるんでして、最強じゃないですか。結構綺麗な船ですね。外の席もあります。外の席がいいですね。往復960円でした。さあ出発です。船浮きってね、名前から見てすごい浮いてる島みたいなね、そういうイメージあるんですけど、実は船浮きって島じゃないんですよ。この西表島の一部なんですよ。でもなんでこうやって船でしか行けないかというと、道路がつながってないんですよ。だから同じ西表島なのに船じゃないといけないっていう集落なんですよ。面白くないですか？離島じゃないのに船じゃないといけない集落、いろんな場所があるんですね。それではね、ちょっと歩いていきたいと思うんですけど、与路島とか請島を感じさせるような本当に空気感が変わりましたね。こっからねちょっと徒歩5分ぐらいで井田の浜っていうところに行きたいんですよ。でそこがめちゃくちゃ綺麗らしいんでね、ちょっと行ってみたいと思います。船浮きマップ、めちゃくちゃざっくりしたやつやな。あ、小中学校もあるんや。でこっからまっすぐ行ったら井田の浜。
あるんですね。西表島全部ですね。でここはこんな風になってますね。こう行くみたいですね。民宿もありますね。温水シャワーありますって書いてる。山猫のテラス、一応食事できるとこあるんや。営業中ってなってるな。この先が井田の浜。いやー、こんなとこ通っていくんや。お、井田の浜って看板が。いや、このカメラを今回して8分なんで、4分じゃないな。10分は見といた方がいいな。結構僕早歩きで歩いてるから。おお、なんか良さそう。あ、何人かも泳いでるじゃないですか。めちゃくちゃ普通に観光地化してるやん。あー、すごいわ。確かにめっちゃいい。みんなどっから泳いでんのやろ。あの辺に泳いでるんや。僕も泳いでみましょうかね。30分ぐらい泳いで。綺麗そう。あ、この辺は結構ツアーで来てる人がいるんですね。わあ、透明度もすごいいいっすね。いや、いかんです。世界レベルの看護があるかっていうと、僕が行ったところでは見つけ出せなかったですけど、危ないものがほとんどないので、子供連れと一緒に行く秘境みたいなイメージではすごいいいと思います。ほとんど人いないですが、ツアー客はね、何人かいるけど、怪我なく安い、透明度も高いですし、結構魚の群れとかもいて楽しめました。あと20分しかない。もう戻らんと。はい、船が出る10分前ぐらいにようやく集落の方に戻ってまいりました。あと5分ぐらいはね、時間がありそうなんで、集落の方回りたいと思います。郵便ポストもあるんですね。郵便は届くと。掲示板もありますね。中学校ですね。小中学校。島ではもうおなじみですね。竹富町立船内小学校、船内中学校が一緒になっております。西表山猫発見、捕獲の地。ここで捕獲したんや。おお、ふるさとの自然文化歴史研究室って書いてるな。ただいまは閉館です。西表か。さあ、もう行きましょう。いやー、あっという間の旅でしたが、これもいいでしょう。これも一つの旅です。ありがとう船浮。ありがとうございました。それではね、水牛には乗れないですけど、水牛をちょっとでも見たいので急いで行きたいと思います。51分です、ここから。水牛いた。でももう多分全部終わってますね、これ。あそこに待機してる。最後の一頭が連れて行かれる。見逃した。水牛見れただけよかった。けなげですね。営業時間3時15分まででした。あそこでチケットを買ってあそこを渡るんですね。
由布島がこういう感じの島になってるんですね、ここ。いや実際ね、この水牛ツアー現場まで来たらね、やっぱ乗りてえなみたいな。水牛に乗りたいのもそうなんですけど、由布島行ってみたいですね、やっぱ島好きとしては。明日そのマングローブツアーっていうのが1時間ぐらいだけある。どっち行くか迷ったんですけど、こっち行こうと思います。やっぱ限られた時間なんでね。まあそれでどうしても次ね、トレッキングとかしたいってなったらまた来ればいいですし、トレッキングとか別にしたくないからな、しんどいもん。ここも観光スポットになっております。ちょっと絶景が見れるみたいで、ちょっと行ってみたいと思います。もう結構展望台のようなスポットになってるんですかね。ちょっと川の音が聞こえますね。あ、海も綺麗。あ、なんかここちょっと行けそうですね。これ大丈夫なんか。すげえジャングル感あるけど、おお、なんか水が見える。あ、いいじゃないですか。プチ絶景いいですね。そしてあの先にマングローブありますね。これですね、マングローブ西表らしい景色ですね。これがマップですね。あ、マングローブの散策できるところもあるんですね。こっちか、こっちがマングローブ散策。せっかくなんで行きましょうか。よいしょ。なかなか西表島らしいというか、すごいな。もう生い茂って、おお、すごっ。これはすごいな。ジャングルやん。うわー、幻想的ですね。まあ、こういったね、マングローブ群をこうカヌーで抜けたりとかっていうツアーはもう全世界割とありますけど、こうやって歩いて見れるのは意外とないかも。サンセットが近いね。光の加減が美しいですね。ちょうどあの辺がキラ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 してて、すごい幻想的です。月ヶ浜というところにやってまいりました。ここで夕日見たいと思います。もうすでに美しい夕日が見えそうな予感がしてますね。いやー、素晴らしい夕日でしたね。今日泊まるホテルはリゾートイン西表島っていうところなんですけど、こんなとこだったんですね。こんな部屋になっております。リゾートイン西表島さん、今日が高いんですよ。確かにこれ西表島に来たような雰囲気じゃないですね。おしゃれです。ツインの部屋が空いてたみたいなんですけど、ツインでかいな。ベッドも一つダブルベッドぐらいの広さあります。そして冷蔵庫もあって、こっちはデスクもあるんですね。ちゃんとしたビジネスホテル並みの清潔感ありますね。送迎してもらえるって思って安心してたら、送迎の場所まで歩いて5分ぐらいやった。急げ。しまった。もう全然待ち合わせ場所わからんやんけって思ったら、めっちゃ過ぎとった。行き過ぎてました。無駄に走ってしまった。迎えに来てくれます。里主というねところにやってまいりました。オーダーはここに書くんですね。シークワーサーのビール来ました。これはうまそうですね。ではいただきます。
待ち合わせ場所にね間に合いそうなくて走って汗だくやったんでめちゃくちゃうまい。最後豆腐いただきましょう。これはこっちの豆腐です。汁も美味しい。高野そばの彩りサラダです。そばがやっぱゴーヤなんでちょっと苦みがあってうまいですね。めっちゃヘルシーな感じする。ここがね西表島なのねちょっと忘れますね。ユッケが来ました。うますぎる。ブリ刺しが来ました。なんかサイズすごいなこれ。通常のブリ刺しのなんか倍ぐらいの大きさありますよ。霜降りブリの刺身いただきます。これはちょっとビールじゃなくて泡盛このまま白湯に飲むか。西表島に来たって感じするな。ここおすすめですね。逆に西表島感がなさすぎるかもしれないぐらい完成度高い。東京とかになっても流行るんじゃない。素晴らしい。半端ないな。ありがとうございました。そして月がめっちゃ綺麗。おはようございます。ちょっとね雨が降ってますね。昼からもう晴れるみたいですけど島の天気が本当わかんないですね。はい、それではね水牛見に行きましょう。リベンジです。出発する前にこのスーパー川光っていうところに来ました。ここでちょっと買い出ししたいと思います。普通のスーパー、本当に普通のスーパー、島豆腐50円引きとかで売ってる。あ、ポーク卵おにぎり売ってますんでこれ買おうかな。毎日これ食べてる気がする。この辺のお菓子は普通に一緒です。昨日飲んだやつや。はい、今日は確実にチケットを買いに来ましたよ。路線バスでここまでも来れるんですね。大原からも来ますし上原の方からも行けるみたいですね。はい、おはようございます。湯布島観光にようこそおいでいただきました。10分から15分の間、水牛のペースに合わせていきます。15分では最低着くと思います。おい、どこに行くの？あっちだよ。島に上がったら右奥の方を見るとね大きな池があります。ここにはね今日お仕事休みの水牛または見習い中のちっちゃい水牛がたくさんいます。お客さんを下ろしてから帰ろうな。はい、止まって。はい、ありがとうございます。由布島にやってまいりました。静かなところですね。こんな感じになってますね。今がここか。こっちからこう行ってさあいよいよ歩いてみましょう。あ、水牛が水浴びしてる。めっちゃ水浴びしてるやん。本日ルイくんあります。あんずちゃんの餌やり体験。ああ、餌やりとかもできるんですね。このもう由布島っていうのはもう島全体が植物園になってるんですね。亜熱帯植物楽園と言われる植物園になってると。で昼間ピーク時で1117人もの観光客で賑わう一方、そこに住んでる人口は16人と。住民は少ないですね。16人しか住んでないと。植物園でここで飼ってるその水牛が増えた結果、住民よりも水牛の数が多くなってるというすごいところですね。今ここか。マンタの浜とかここから行けるんですね。ちょっと行ってみましょうか。旧校門跡、小学校の跡があるんですね。これが小学校の門の跡ですかね。違うんかな。単純に茶屋とも書いてるな。これかな多分。校舎跡。すごいジャングルですね。でもここのジャングルは手つかずのそのままっていうんじゃなくて、いろいろカットされたりとかね、作り出されてるっぽい感じですね。綺麗です。お、海が見えてきました。東日本大震災から9年かけて西表島に流れ着いた杭。マジっすか。こんなとこに流れ着いてくるんや。なか
かなかですね。マンタの浜みたいな感じで帰ったな。マンタ見えるんですかね。あ、ここ湯布島コーヒーとか、あ、コーヒー飲みたいな。でもまだ開いてないですね。さあ入ってみましょう。ビーチ、おお、穏やかなビーチですね。あの島何が見えるやん。小浜島かなあれで。ここにマンタが来るんですか。マンタいるかな。いませんね、マンタ。コーヒー飲めず。まあでももうちょっとね、今日は西表島の南側もね、あと2時間ありますんで、早いことこう戻っていきたいなと思います。もうこんな感じかな。バリケンっていうフランスガモって言われるんや。よし、この売店見て帰りましょう。あ、まさにこういう家系図があるんや。大五郎と花子からずっと生まれて今何頭いるんや。すごい、全部ちゃんと分かってるんですね。大五郎の角、まさに始祖の水牛偉大です。よろしくお願いします。はい。あ、この辺。僕が戻ってきたらめっちゃ観光客増えてるじゃないですか。今10時38分です。12時にレンタカー返さないといけないんで、あとちょっと観光ギリギリまで楽しみたいと思います。さあやってまいりました。これなんて呼ぶんやろ。棒なんとか石。あ、もう着いたっちゅう。目的地に到着しました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。忘却じゃないな。棒なんとか案内板。ちょっと後でわかるでしょう。さあ入っていきます。ちょっと暗いな。暗いし足元も結構滑りそう。あ、滑りそうとか滑る。あ、やばいな。両手にカメラ持ってるのに気をつけよう、滑らないように。ちょっと不気味っすね。この先に何があるのか。この石はね、西表島がね、やっぱマラリア被害に遭ってきた。それを忘れさせようみたいな感じじゃないですかね、多分。おお、すごい。なんか、これ、おお、すごい。おお、なかなか見どころあるじゃないですか。ハテルマシキナって書いてますね。軍命による強制疎開のため、風土病の悪性マラリアに羅漢、戦わずして尊い人命を失った。なるほどな。ハテルマ島にいた人が軍命によってこっちに来たんですかね。で、結局マラリアになっちゃったみたいな。はあ、戦時下のため役場に届け出不可能、一家全滅など。いや、いろんなことをね考えさせられるとこですし、景勝地というか景色を見るためだけに来るのもありだし、この穏やかな水の揺らめき、これを感じる場所としてもいいですね。で、雨が降った後やから結構荒れてそうな感じするんですけど、結構穏やかですね。で、多分晴れてるともっと綺麗だと思います。この西表島、今回ね、1泊2日結構弾丸で行ってますけど、まあ結構こんな島なんだなっていうのがよくわかりました。まあ自然豊かだから、その自然豊かなツアーだったり、トレッキングとか滝見に行くツアーとか、マングローブカヌーとかね、もう本当にそういうのいっぱいありますし、海も綺麗だし、ジャングル感もあるし、そしてやっぱり生物がいろいろいます。車走らせてても亀が歩いてたりとか、なんか鳥が歩いてたりとか、イノシシがいたりとかね。で、まあ、あと印象的だったのがその飲食店ですね。居酒屋が飲み屋街みたいなのがないので、もう点々とこう、居酒屋があるような感じなんですよ。となると、やっぱ行けないんですよね。車で行くしかないみたいな。でも飲みたいのにみたいな感じだから、もうほとんどのその居酒屋がもう送迎サービスっていうのをやってるんですよ。送り迎えしてくれるみたいな。だからタクシー代込みみたいな感じになってて、これはね、結構面白いなと思いましたし、この島だけじゃなくて、他にもその田舎で飲酒運転が厳しくなってから、厳しいんだよっていうお店はもう送迎サービス込みでビジネス展開するっていうのがありなんじゃないかなと思いましたね。まあそういった意味でも勉強になりますし、結構ね、この、やっぱ八重山諸島全体に言えることなんですけど、島の規模の割に割とビジネス頑張ってるなっていう感じがしました。奄美群島とか行った時はそこまでね、ガッツガツとビジネスしてる人ってそこまで多くない印象だったんですけど、まあ良くも悪くもですよ。なので結構お値段も観光地プライスになったりとかするので、まあそれはちょっと残念なところですけどね。まああと最後ね、西表山猫。もうこれに尽きるんですけど、見ることができませんでした。西表イノシシとか見たのに、まあそれだけは残念です。また来たいと思います。またいろんな楽しみ方あると思います。僕のような楽しみ方もいいし、もっとスタンダードな楽しみ方もいいと思いますし、いろいろ楽しめる島だなと思いました。では帰ります。
この辺にモーリーとはっちゃんっていうお店があるっぽいんですけどね。どこやろう。あ、これや。これですね、モーリーとはっちゃん。しかも奥の方を見ると、なんと満席じゃないですか。本当にずっと合ってるだけじゃん。僕の YouTube も満席であってほしいですね、この動画。めっちゃ雨降ってきたな。右にスーパーありますね。玉森スーパーということで、なんか森っていうのが結構つくんですね。あ、ここですね。ここのカフェも行ってみたかったけど、11時半から開くんですけど。ここちょっと行ってみたいと思います。ギリギリやけど行けるかな。でちょっとすぐにできるやつということで、紅茶セットにしました。ミルクティーとシフォンケーキ。ああ、こっからまたスローで取っちゃうという大失態なんですけども、いや本当にふわふわで、なんか昭和感あるね、優しい味で美味しかったです。ミルクティーもさすが売りだけあって心がほっと温まるようなね、そんな味でした。すごい山猫になってる。ってまいりました。ここからね波照間に行けるんですよ。結構ね多分この順路使ってない人多いんじゃないかなと思います。どうしてもこう荒れる船っていうことで乗りづらいですよね。でもこの大原から乗るとちょっとでもね船の時間短くなるんで酔う可能性低いかなと思って、ちょっと実際に僕も試してみます。ここでフェリーのチケットを買います。買いますというか受け取りに行きます。これですね。こっちだけでいいんですよね。はい。これはもう見せなくていい。はい。ありがとう。今日って揺れそうな感じですか？揺れると思います。今日揺れると思います。恐ろしい。さっき売店の人に聞いたんですよ。波照間って買い出しいるんですかって言ったら、この離島同士で離島に行くことはないから波照間行ったことないから分からんって言われました僕らが地元の観光地に行かないっていうのと一緒ですね。離島行かないみたいです。西表島温泉もあったんや。見逃したな。多分これで波照間に行きます。揺れんなよ。もしかしてこっちなのか。なんとこのちっちゃい方で行くんかよ。絶対揺れるやん。はい、次にですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ。完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞ。インスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついております。ジョッキシートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう。でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるものをここに入れておくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。